皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画も緊張高まるホルムズ海峡と中東情勢について情報をシェアしていこうと思います。ホルムズ海峡の封鎖の可能性についてが今私の一番の関心事となっています。もしホルムズ海峡だけでなくその他周辺のシーレーンに支障が出てきた場合、日本に住む私たちにどんな影響が出てくるかを考えると、今まで大丈夫だったわけだからこれからも大丈夫という発想にはどうしてもなれません。そして過去の4度にわたる中東戦闘や小さな紛争が起きていた時と今では世界情勢は明らかに変化しており、イスラエルの本気度もかなり危険水域に達しているということも政府首脳陣の発言から明らかになっています。そしてイスラエル政府から漏洩したと言われている文書からも危機度がかなり高いと感じています。万が一のことは起きてほしくはありませんが、確率が 0% でないのなら備えなければきつい現実が待っていると思います。この動画が危機意識を持った人のさらなるマインド設定にお役に立つ情報だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、世論はホルムズ海峡の封鎖が起きるか起きないかの議論が激しいのですが、私は起きるか起きないかの議論はある意味どうでもよく、起きた時にどんな試練が待っていて、どんな準備をすればいいのかにエネルギーを使いたいと考えています。もちろん、ある程度の情報収集は必要であり、その上でということになりますが、過去に起きた中東戦争を調べてみると世界情勢は明らかに当時とは違っています。そしてなぜイスラエルがこんなに本気度が高いかという疑問が残ります。本気度というのは政府高官の発言から感じることなのですが、それは10月9日、イスラエルのガラント国防相が我々は人間の顔をした動物と戦っているとコメントし、ハマスが実効支配するガザを完全包囲して電気、食料、水、ガスを遮断すると宣言し、それを実行しました。そして11月5日にもガザ自治区への核攻撃は選択肢の一つであるという発言をし、感情的な部分で激化しています。こうした感情は昨日今日始まったことではなく、2023年の3月にはイスラエル閣僚はパレスチナ人は存在しないとも言っています。また2005年には反対にイラン大統領がイスラエルは地図上から抹消されなければならないとも言っておりますし、さらには10月13日にイスラエル政府の文書が流出しましたが、その内容というのはガザにいる民族を根絶やしにするためのものではないかと解釈できるくらいの内容のものでした。10月7日ガザからの攻撃があることを知りながら、その日は警護を放棄していたというようなことが次々と明らかになってきています。このようなおかしなことはほんの一部に過ぎませんが、今日に至る経緯を知れば知るほど簡単には平和は訪れないような気がします。そして今、イスラエルの本気度を考えるとイランとの紛争は避けては通れず、そうなるとホルムズ海峡の封鎖に関しては万が一という確率ではなく、もっと高い確率だと思うのです。そして今回のことの真相というのは誰もわからないことかもしれませんが、よく言われる偽物ユダヤ、正統ユダヤという問題が根本原因にあるのかもしれません。歴史的に見ても血統を乗っ取るということは世界中で起きており、教科書には決して載ることはない真実です。それは日本においても言えることであって、天皇家の血統を守るにあたり様々な血生臭いドラマが繰り広げられてきたわけですし、ユダヤ問題もしかりで、今世界の裏社会を牛耳っているのがなりすましたユダヤ人という説もあります。そしてなりすましの彼らは正当な血統を受け継いだ民族を根絶やしにするということも考えており、その過程の出来事が今回の中東紛争の真相ではないかと思います。日本人絶滅計画というのも聞いたことがあると思いますが、日本人の約 40% には正統ユダヤの血統を受け継いでいる者がいるのでターゲットになっているというのです。これらは何の証拠も示すことができないことなので説得力には欠けますが、一つの可能性として考えるとなんとなく辻褄が合うと感じたりします。話が脱線してしまいましたが、争いが表面化してきた時にその原因や事情というのは複雑に絡み合って真相が見えなくなりがちです。国対国の戦いといっても多分にその国の権力者の保身であったり利益誘導であったりしますので、私たち庶民にはわからない世界ですが、冒頭に言ったように私たちの身に起きるかもしれない試練に関してはアンテナを張って情報収集をし、最悪の事態を想定した準備は間違いなく必要です。もし輸入大国日本にエネルギーや食料などが入ってこなかったらどうなるでしょうか。何度も言っているようにエネルギーが入ってこなかった時には日本の物流が止まりますから、
あらゆる活動が休止せざるを得ないことになります。政府が準備しているエネルギー備蓄というのは2ヶ月とか3ヶ月しか持ちませんし、発電も化石燃料に依存していますから、通常通りの電気の使用は期待できません。前にも紹介したことがある書籍ですが、日本人の6割が餓死するというストーリーが真実味を帯びてきたのではないかと思います。特に都会に住む方々に襲う食糧危機は、江戸時代に起きた天明の大飢饉などを記録した絵巻のように、上のあまりに人が人を、なんてことも起きかねません。皆さんにも一度確認してほしいのですが、コンビニに行った時に商品棚の食料に関する商品がいくつくらいあるか数えてみてほしいのです。そして時折コンビニに商品を届けているトラックがいたらその納品箱を見てほしいと思います。コンビニに納品するトラック便というのは食品や冷凍食品など種類によって違いますが、お弁当関係で言えば1日に3回から4回と言われています。缶詰やレトルト食品、カップヌードルなど全てを考えても、もし食糧危機が現実化して買い占めが始まったら一体何人分あるのでしょうか。そういう視点で店内を見てみると、商品棚にある商品の数というのはそれほどないことが分かりますし、少なくとも弁当などはそういう時に1人で1個だけしか買わないということはありえませんから、かなりの争奪戦になると思います。特に都市部のコンビニなどは倉庫に大量の在庫を持っているとは考えられませんからなおさらです。スーパーなどは多少の在庫はあるものの、夕方に買い物に来ているあの人数が食料の買い占めに来たらどうなるでしょうか。ちゃんと計算したわけではありませんが1時間持たないと思います。そこで先日私がスーパーである缶詰をケースで買いたいと店員に言って在庫を確認してもらったのですが、回答は商品棚に出ているだけということでした。全ての商品がそうだとも言えませんし、たまたま入荷待ちだっただけかもしれませんが、私たちが思っている以上に商品在庫は持っていないのかもしれません。なので、もしメディアからホルムズ海峡の封鎖を匂わせるような空気を感じた時には争奪戦が始まると考えた方がいいと思います。今の時代は SNS で瞬間に日本全国に情報が伝わります。もちろんそうなった時に慌てて買いに行っても買えるどころか怪我をするかもしれませんし、買ったものを奪われるということになるかもしれません。だからこそ情報というのは貴重となるのですが、今この瞬間はあまりに平和ですから、そういうことを想定した動きをする人たちは、多くの方からは心配性だとか陰謀論を信じているとか特殊な人扱いされるのですが、いつの時代でも乗り遅れる人が犠牲になると相場が決まっています。ついでに言うと、政府が進めることに乗っかるとろくなことがないことも歴史が証明しています。つまり大勢の人が選択しているもの、流行っているものというのは危険だと私は経験から学んでいるので、特に気をつけています。混沌とする時代を生き抜くためには最低限取り組むべきは食料と水の確保です。水に関しては災害対策も含めて前回の動画を参考にしてほしいのですが、食料備蓄に関しても再生リストを作成していますので、聞き流すだけでもマインド設定ができると思いますから、ぜひご視聴ください。厄介なのはホルムズ海峡の封鎖が現実のものとなったら、日本だけでなく世界の経済が崩壊に向かうということです。世界経済が崩壊するとはどんなことが起きるのか。しかしそれがどんな形で起きようとも、世界経済フォーラムがアジェンダとして掲げているグレートリセットなのです。想像すらできませんが、私たちは生き延びるために全力を尽くさなければならないと思います。いかがだったでしょうか。かつて経験したことがないことを想定して対策するというのは本当に大変なことだと思います。巷では物価高で生活が大変になると言いながらも、いつもの毎日を過ごすことができているわけですから、正常性バイアスが働いても仕方のないことだと思います。今回被害のあったイスラエルやガザの人々でさえ、昔から紛争が絶えない地域に住んでいながらも平和に暮らせていたこともあって、正常性バイアスがかかっていたことは否定できないと思います。だからこそ、今の日本が置かれた状況に対して危機意識を持った方は貴重な存在でもあり、その気持ちを揺るぎないものとして維持してほしいと思います。食料備蓄をしている最中に気持ちに迷いを感じる人もいることはコメント欄の書き込みから伺い知ることはできますが、戦争の影響だけでなく日本に住んでいる以上自然災害のリスクも間違いなくありますので、危機意識を持ったことは正常であり正しい判断だと思います。起きてほしくもないことへの対策というのは、周囲の理解が得られない状況ではなおさら辛いこともあるでしょうが、万が一のことが起きた時には正しい判断であったことを確認できると思いますし、その逆は後悔しきれない人生を送ることになると思います。やれることだけやって、あとは楽しいことでも考えて生きるしかありませんよね。共に平和の実現を祈りながら、
生き延びる力を蓄えていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。